退職金とiDeCo、5年空ければ大丈夫。そう思っている方、今年からその前提が変わりました。2026年1月から、iDeCoを先に受け取る場合の間隔ルールが5年から実質10年の目安に伸びています。退職金を先に受け取る場合も、これまでのルールを改めて確認しておく必要があります。知らないまま両方を受け取ると、控除が大きく目減りして、税金が思った以上に増えてしまう可能性があります。一括で受け取れば税金が有利になる。そう思い込んでいた方ほど、今回の変更の影響を大きく受けやすい状況にあります。逆に、影響の大きさは、積み立ててきた金額や勤続年数によっても変わってくるので、一律に大きな負担増になるとは限りません。結論は人によって変わりますが、今日は特に初心者がつまずきやすいポイントに絞ってお話ししていきます。ただ、慌てなくても大丈夫です。今から確認できる考え方があります。多くの方がこう考えていたと思います。退職金とiDeCo、特にiDeCoを先に受け取るなら、5年くらい間隔を空ければ、控除は満額使える。資産形成の情報を集めてきた方ほど、この5年という数字をどこかで目にしたことがあるはずです。実はこれ、去年までの話です。今年からは、iDeCoが先の場合はこの間隔が足りないと、控除が減らされて、手取りが減ってしまいます。特に、これから数年のうちに、退職や再雇用のタイミングを迎える方にとっては、他人事ではいられない変更です。お金と自由の航路へようこそ。船長です。このチャンネルでは、50代が知らないと後悔してしまう制度の変化をなるべく早くお伝えしています。チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。今日はiDeCoと退職金を両方受け取る方が手取りを減らさないための新しいルールについて一緒に確認していきます。特に50代の方、退職やiDeCoの受け取りが数年以内に現実的な話になってくる時期です。早めに知っておくほど選べる対策の幅も広がります。実は私自身、この話は他人事ではありません。サラリーマンとして働いていた時からiDeCoの掛け金ずっと出し続けてきました。将来一括で受け取るか分けて受け取るか、ずっと頭の片隅で考えていました。一括で受け取った方が税金の面で有利なのではないか、そんな風になんとなく思っていたんです。そして今、私は会社を退職し、退職金を受け取ることになっています。iDeCoはまだしばらく運用を続けたいので、退職金はなるべく早く受け取り、iDeCoは長く運用を続ければ影響が出ないだろう。そんな風に考えていました。正直に言うと、きちんとしたシミュレーションはまだできていませんでした。資金に余裕があるなら、iDeCoは運用できる最長期間まで続けるのもありかな。そんな風にも考えていましたが、はっきりとは決めていませんでした。正直に言うと、きっかけは制度の変更そのものより先に、会社を辞めるという出来事の方が先にありました。退職が決まって、実際に退職金を受け取ることになって、初めてiDeCoとの組み合わせを真剣に考え始めたというのが正直なところです。そこへ受け取る順番によって必要な感覚が全く違うことを知って、これはさすがにもう一度考え直さないといけない、そう感じました。正直な気持ちを言うと、こういう制度の変更は意識している人にしか伝わらず、気づいた時にはもう遅かったということが起こり得ます。みんなが退職金とiDeCoの受け取り時期を細かく意識しているわけではありません。受け取ってみたら、思ったより税金が引かれていた。そうなってから気づく方もきっと多いはずです。国の制度としては少し不親切だな、そんな風に感じてしまいます。5年という数字は長い間資産形成の本やサイトで当たり前のように語られてきました。私自身もどこかで見聞きして、なんとなく頭に入れていた数字です。
本やサイトを何冊も読んで学んできた方ほど、今回のような制度変更に気づかないまま進んでしまうリスクがあります。広く知られていた数字が、制度の見直しによって静かに意味を変えてしまう、そういうことが起こり得るのだと、今回改めて実感しました。ここで、まず基本の仕組みから確認します。退職金やでこの一時金を受け取るとき、勤続年数に応じた退職所得控除という税金が安くなる枠が使えます。この枠が大きいほど手元に残るお金が増えます。なぜこの控除に調整が入るのか、その理由も知っておくと分かりやすくなります。本来、退職所得控除は長く働いた期間や長く掛け金を積み立てた期間に対して一つだけ用意されている枠です。ところが、退職金とidecoを別々のタイミングで受け取ると、同じ勤続期間に対して控除を二重に使えてしまうことがあります。これを防ぐために、一定の期間内に両方を受け取った場合は、重なっている部分の控除を差し引くという調整計算が入る仕組みです。退職所得控除そのものは、勤続年数が長くなるほど段階的に大きくなっていく仕組みですが、今日お伝えしたいのは、具体的な計算式そのものよりも、この調整計算が入るかどうかで、使える控除の大きさが大きく変わってしまうという事実です。細かい金額の計算を、後ほどお伝えする確認先で、ご自身のケースに当てはめて、確認していただくのが安心です。ただし、退職金とでこの両方を一時金として受け取る場合には、一つ注意点があります。両方とも一時金でまとめて受け取る予定の方、特に確認しておく必要があります。これまでは、退職金を受け取る前年から数えて、4年以内にidecoなどの一時金を受け取っていると、この調整の対象になり、控除額が減らされていました。逆に言えば、5年以上、間隔を空ければ、それぞれ満額に近い控除が使えた。これが世の中で広まっていた、いわゆる5年ルールという考え方です。ところが2026年1月から、この調整の対象になる期間が4年以内から9年以内へと伸びました。つまり実質的に10年ルールに変わったということです。なお、この9年ルールが対象になるのは、2026年1月以降に、idecoの一時金を受け取る場合です。それより前に一時金を受け取っていた場合は、その分についてはこれまで通り、4年以内が対象になります。今回の変更は、idecoの掛け金上限の拡大と合わせて見直されたものです。受け取る側からすれば、これまでの5年という数字が、突然のように意味を失った。そう感じても不思議ではありません。さらに、ここが見落とされがちな大事なポイントです。idecoなどの確定拠出年金を先に受け取り、その後に会社の退職金を受け取る場合は、このルールが実質10年になります。逆に、退職金を先に受け取り、その後にidecoを受け取る場合は、調整の対象になる期間は、以前から前年以前19年内です。受け取る順番によって、必要な間隔が全く違う、ということです。言い換えると、退職金を先に受け取った場合は、19年以内にidecoを受け取ると対象になり、対象から外れるには、20年以上の間隔が目安として必要です。ただしidecoの受け取りは、原則として75歳までに始めなければならないため、退職金を受け取る年齢によっては、20年空ける選択自体ができない場合もあります。ここで言う年数は、実際に経過した日数ではなく、受け取ったと指導士の差で数えます。例えば退職金を2026年に受け取り、idecoを2036年に受け取った場合、実際の経過はほぼ10年でも、受け取った年の差としては、10年という扱いになります。知らずに順番を決めてしまうと、本来受けられたはずの控除が、大きく目減りしてしまいます。なぜここまで年数の差が生まれるのか、不思議に感じる方もいらっしゃると思います。これは、idecoのような
確定拠出年金の掛け金を出していた期間と会社に勤めていた期間の数え方の違いが関係しています。細かい計算の理屈までは今日は踏み込みませんが、少なくとも先に受け取る方によって必要な感覚が大きく変わるという事実だけはしっかり覚えておいてください。退職金とiDeCo、どちらを先に受け取る予定か、もしよければ一言でもコメントで教えてください。具体的にどれくらいの差になるのかイメージしやすいように一つ例を挙げてみます。 A さんという人がいるとします。 A さんは新卒からずっと同じ会社に勤め、iDeCoの掛け金を出していた期間も勤続期間と保護重なっているとします。 A さんは60歳でiDeCoを一時金として受け取り、その5年後65歳で会社の退職金を受け取る予定でした。これまでの5年ルールならそれぞれ満額に近い控除が使えるはずでした。ところが新しいルールでは5年では全く足りず調整の対象になり得ます。掛け金期間と勤続期間が重なっている分だけ控除できる金額が減り、本来より多くの税金を納める可能性があります。 A さんが古い5年という数字のまま何も確認せずに進めていたら、気づかないうちに手取りを減らしていたかもしれません。実際に気づくタイミングは退職金が振り込まれた後、源泉徴収票を見て思っていたより手取りが少ない、そう感じた瞬間になることが多いはずです。その時点ではもう受け取り方を選び直すことはできません。だからこそ受け取る前に確認しておくことが大切なのです。受け取った後に慌てるのと、受け取る前に確認しておくのとでは気持ちの余裕も全く違ってきます。今のうちに知っておけば落ち着いて準備を進められます。今日の内容がその準備を始めるきっかけになれば嬉しく思います。もし A さんが受け取る順番を先に退職金、後からiDeCoに変えていたら、必要な間隔は20年に伸び、状況はさらに変わっていたはずです。もう一人 B さんという人で考えてみます。 B さんも新卒からずっと同じ会社に勤め、iDeCoの掛け金期間も勤続期間と重なっているとします。 B さんは60歳で退職金を先に受け取り、その後もiDeCoの運用を続けて75歳で一時金として受け取る予定です。間隔は15年空いているので一見十分に見えます。ところが退職金を先に受け取る場合は調整の対象になる期間が19年でした。 B さんのケースは15年しか空いておらず、実はまだ調整の対象に入り得ます。5年ルールの間隔のままだと15年も空けていればまず問題ないだろうと思ってしまいがちですが、順番によってはそれでも足りないということが起こり得るわけです。同じ2つのお金を受け取るだけでも順番と間隔の組み合わせ次第で結果が全く変わってくるということです。実際に自分の場合どうなるのか気になる方もいると思います。無料ツールお金と自由の航路ナビでは、年金や退職金、貯蓄などをもとに今のお金が何歳頃まで続きそうかをざっくりと目安として確認できます。概要欄にリンクを載せていますので、気になる方は覗いてみてください。今回お話しした受け取り間隔そのものを計算してくれるツールではありませんが、退職金やiDeCoを含めたお金全体の見通しを一度確認しておくきっかけとして役立てていただければと思います。では私たちはどうすればいいのか、一緒に確認していきましょう。制度の名前や年数を覚えることよりも自分の場合に置き換えて一つずつ手を動かして確認することの方がずっと大切です。一つ目、自分がiDeCoと退職金どちらを先に受け取る予定なのか順番をはっきりさせておくことです。先ほどお伝えした通り、iDeCoが先なら10年の目安、退職金が先なら20年の目安、この数字が全く変わってきます。まだ決めていないという方も今日をきっかけに一度頭の中で仮の順番を置いてみることをお勧めします。ご家族がいる場合は
ご自身だけで抱え込まず、退職後の暮らし方と合わせて、一度話し合っておくことも大切です。受け取り方一つで、その後の家計の余裕が変わってくることがあるからです。二つ目、それぞれの受け取り時期の感覚を逆算して確認することです。もし今、退職金を受け取る時期がおおよそ決まっているなら、いでこういつ受け取れば、控除への影響を避けられるのか、おおよその年数で確認しておく。これだけでも、心づもりが変わってきます。逆に、いでこう何歳まで運用し続けられるかによって、実際に開けられる感覚が変わってきますので、両方の側から確認しておくと安心です。いでこは75歳までに、受け取りを始める必要があるため、伸ばせる感覚にも上限がある、という点も踏まえておいてください。いでこは、退職金と違って、自分から手続きをしないと、受け取りが始まりません。受給できる年齢が近づいたら、通知が来るのを待つのではなく、自分から運営管理機関に、受け取り方法と手続きを確認しておくことをお勧めします。三つ目、迷ったときは、一時金ではなく、年金形式での受け取りも選択肢に入れておくことです。年金形式で受け取れば、雑所得としての扱いになり、退職金との合算という、このルールの対象そのものから外れます。受け取り方を変えるだけで、影響を避けられる場合もある、ということです。ただし、年金形式には、別の控除の仕組みや、受け取り期間中の運用の考え方があるので、一時金と単純に比較できるわけではありません。また、受け取り期間中も、所定の手数料がかかり続ける場合があるので、そこも含めて比較する必要があります。一時金が必ず不利ということではなく、選択肢の一つとして、知っておくことが大切だという話です。四つ目、最終的な金額や制度の細かい条件は、必ずご自身の状況に合わせて、一時情報や専門家に確認することです。今日お伝えしたのは、考え方の入り口です。実際の控除額や税額の計算は、勤続年数や掛け金の期間によって変わりますし、会社の退職金制度によっても、条件が異なる場合があります。確認先としては、勤務先の人事や総務が管理している退職金規定、いでこの運営管理機関の窓口、そして税理士や国税庁の相談窓口が挙げられます。どこか一箇所だけで完結させようとせず、自分の受け取り方に関わる窓口を一通り確認しておくと安心です。一箇所に聞いただけで分かった気にならず、複数の窓口の情報をすり合わせておくことをお勧めします。思い込みで進めず、確認する一手間を惜しまないでください。今回の見直しでは、もう一つ地味ですが、知っておきたい変更点があります。これまで、いでこの一時金を受け取るときに使う、退職所得の受給に関する申告書について、会社側などの支払い者が保存する期間は、7年でしたが10年に延長されています。さらに、退職手当等を受け取る人については、源泉徴収票を税務署へ提出することが、幅広く義務になりました。これまでは一部の役員分だけが対象でしたが、今後は退職手当等を受け取る、すべての居住者の分が対象になります。つまり、受け取る側だけでなく、記録を残す仕組み全体が、より厳格になったということです。自己申告の曖昧さに頼れる場面が、少しずつ減っていくとも言えます。最後に、私自身の考えをお伝えします。今回のことを通して、改めて感じたのは、会社を辞めるタイミング、退職金を受け取るタイミング、そしていでこの受け取り方とタイミング、これらをセットで、きちんと考えて進めることの大切さです。一つ一つは別々の出来事のように見えても、実際にはお互いに影響し合っている。そのことを今回改めて実感しました。複雑に見えるルールですが、一つずつ確認していけば、決して難しいことではありません。慌てず、しかし後回しにもしすぎず、自分のペースで確認していきましょう。私自身、これまでは、
なんとなくの感覚で一括の方が得だろうと考えていましたが、今回きちんと調べ直したことで何を確認すればいいのかがはっきりと見えてきました。まずはご自身の受け取る順番だけでも確認するところから始めてみてください。今日お話ししたポイントを整理します。iDeCoを先に受け取る場合の間隔は去年までの5年から実質10年の目安へと伸びました。退職金を先に受け取る場合は以前からに10年の目安を空けないと対象から外れません。この年数は受け取ったと指導士の差で数えるものだという点も合わせて覚えておいてください。知っているかどうかで納める税金の額が大きく変わってきます。この差は決して他人事の数字ではなく、これから受け取る予定のある誰にでも起こり得る話です。慌てて結論を出す必要はありません。まずは自分の受け取る順番を確認するところから始めましょう。一つずつ確認していくことが将来思わぬ形で手取りを減らさないための一番の近道になります。今日この動画を見てくださったこともその第一歩です。最後まで見ていただきありがとうございます。今回のように後から知って驚く制度の変化をできるだけ早くお伝えできるようこれからも続けていきます。今回の受け取り感覚の話が少しでも参考になっていれば嬉しいです。今回の内容が参考になったら高評価で応援していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。